おはこんばんは、オリーブです。今回は、こちらの前回直した作業台を使って、残りの板の釘抜きと、釘を抜ききれなかった木材の釘を切っていきます。こんなやつですね。ここに釘が残ってますね。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当、これなので、真似される方は自己責任でお願いします。よし、始めよう。汚い声の人、あとは任せた。はい、汚い天の声、オリーブです。うっせ。準備は扇風機をつけて完璧。ということで、いつもみたいに後ろで作業映像を早回ししながらラジオ形式で進めていきます。撮影と編集ができれば毎週投稿できるように動画の方投稿していこうと思っています。そんなに肩の力を入れて見るようなものではないので、お酒とかジュースとかお菓子とかつまみを食べながら気軽に見たり聞いたりしてもらえればと思います。前回の動画が1週間前だったんですが、皆さんどんな1週間でしたか？オリーブはマイクスタンドを買ったので、それを設置して今まさに使っているんですけど、どうでしょう？何か変わりましたかね？多分あんまり変わってないかな。声が汚いので少しでもマシになってればいいなと思います。で、一応毎週整備あるあるとかガレージあるある、質問、人生相談とか募集して、もしかしたら動画でその話をするかもっていうのをやっているんですけど、その結果がこちらです。コメントついてる。いいなぁ、ガレージ。ということで、コメントありがとうございます。これは前回の動画ではなくて、パレット解体の時のコメント欄で書いていただいたものですね。そう、いいなぁ、ガレージということでしたが、ガレージを使える環境ってありがたいことですよね。今は室内で作業できていますが、最初は青空整備で始めているので、ありがたみが身に染みていますね。首都圏の方なんかは特にガレージを持つのが金銭的なものだったり、土地が狭かったりで大変なのかなと思うんですけど、それでもガレージ作業したい方とかはレンタルガレージを使われたりするんですかね。そう、土地の広さつながりでこの作業してるスペースがどれくらいの広さなのかなって思って測ってみたんですよね。カメラ越しにはどれぐらいの広さに見えてるのかな。広さは約 5.4 メートル ×12 メートルでした。これがどれぐらいの広さかというと、余裕を持って車を入れた場合なんですが、乗用車だと4台、軽自動車だと5台くらいのスペースらしいですね。まあ実際には作業とかするスペースと道具を置くスペースも必要になるから、そんなにギリギリまで車を入れないでしょうけど、で、他のものに例えてみると、ボクシングのリング 1.5 個分、海で物を運ぶコンテナ2本分とか、そういう広さらしいですね。あれ？この例えでイメージ湧くかな？そうで、青空整備でも整備できないことはないんですけど、腰を据えて長期間で作業するときは困るんですよね。エンジンを分解したままだと放置しておけないですもんね。養生すれば屋外でもいいのかな。幸いオリーブの場合は、こまめにエンジンオイルを交換してるからか、エンジンを分解する作業みたいなことまではしたことないんですけど、まあ今後ここで作業できるようになればしてみたいなとも思っているんですよね。でね、普段は小さい方の作業場で整備してるんですけど、個人で使うだけならそれでも十分すぎるぐらいだと感じていまして、ならなんで新しく作業場が欲しいかというと、撮影の関係なんですよね。というのも、車両全体をカメラで撮影するときとか引きの映像を撮るときに、ある程度広さがないとすごく大変なんですよね。カメラ自体の映せる範囲とかが決まっているので、毎回試行錯誤しながら今は撮影しています。それと作業したい部分の前にカメラを置いたりして、その後ろから手を伸ばしたりして撮影するときもあるんですけど、壁と車の隙間が狭くて無理な体勢で作業することも多いので、もう少し作業場が広ければいいなって思って、新たに作業場を作ろうってガレージ作りシリーズを始めたんですよね。そうで、話は変わるんですけど、ガレージの話ばかりしてても仕方ないから、今日は少し初めて買う車両を整備するための工具の話でもしたいなと思ったんですよね。皆さんが初めて買った工具は何ですか？オリーブは Today っていう原付のバイクを整備しようと思って、確か T 型レンチっていうものを最初に買いました。で、もっと整備したいなと思って買ったのが、アストロプロダクツの90枚ギアのラチェットレンチなんですよね。ちなみに今は同じものを買い直して2台目なんですけど、結
構無茶な使い方してますけど、90枚ギアでも耐久性はかなり高いと個人的には思ってるんですよね。それで、もしオリーブが誰かに相談されたら、最初に何の工具をおすすめするかっていうのを勝手に話していこうと思ってるんですけど、最初はラチェットレンチじゃなくて、メガネレンチとかスパナ、それと余裕があるなら、長めのメガネレンチを買ったらどうかなっておすすめすると思うんですよね。ラチェットレンチとかじゃなくてって思う人もいると思うんですけど、ラチェットレンチは便利な工具です。しかも持ってると整備してる感もあってなんかいいですよね。実際オリーブも最初にラチェットレンチを買ってるわけだし、じゃあなんでメガネレンチをおすすめするかというと、まず車の部品って狭いところについてることが多くて、その狭い空間でボルトを外すことも多いので、ラチェットレンチだと入らないことが結構あるんですよね。それと、まあ使ってもいいんでしょうけど、すごい固く締まったボルトとかを無理にラチェットレンチで緩めると中に入ってるギアに負担がかかって摩耗しやすいので、そういう時はメガネレンチを使ってよく緩めています。メガネレンチはギアとか入ってない一体物なので頑丈な作りになってるんですよね。イメージとしては 14mm 以上のソケットを使う場合にメガネの方がいいかもっていう感じですね。ただラチェットレンチを最初に買うのもいい側面があって、ボルトって六角になっていますよね。で、ラチェットでよく使われているソケットを見てもらえればわかると思うんですけど、面が6箇所あって、ボルトも同じ形で面が6箇所あるので、しっかりと密着して外す時にボルトを傷めにくいのかなと思います。対してメガネレンチは12角というものが使われているので、6角のものよりはボルトに負担がかかりやすいかもしれません。まあラチェットにつけるソケットには12面のものもありますけどね。なので広い空間でちょっとボルトを外したいだけなら最初に買うのはラチェットレンチでもいいのかもしれませんね。そうで、さっきオリーブは90枚ギアのラチェットレンチを使ってると言いましたが、この90枚ギアって要は中に入ってるギアのギザギザの部分が90箇所あるっていう感じのものなんですよね。それを別の呼び方もありますが、単位で言うと90枚とか言ったりもするんですよね。で、そのギザギザの部分が20枚のものとか60枚のものとか120枚のものとかいろいろあるんですけど、枚数で何が変わるのかというと、まず枚数が少ない方が耐久性が高くて、枚数の多い方が枚数の少ないものより耐久性が低い可能性があるということですね。まあ素材や作り方にもよるかもしれませんが、そこまで詳しくはわからないです。その他にもギアの枚数が多いほど送り角が少なくて済むというのもありますね。送り角っていうと少し難しく聞こえるかもですが、要はラチェットを回すとき送り角が少ない方が手を少し動かしただけでもカチカチっとなって狭いところでもボルトを回せるようになるということですね。おっと、野生のオリーブ軍曹が現れましたね。何か言っているようです。あっちを見ろ。まだ残骸が残ってる。知ってる？さあ、彼がパレット残骸との最後の戦いに向かいました。彼から電報が届いているようです。俺、赤くて黄色い美味しいハンバーガーを出す店知ってるんだ。この戦いが終わったら食べに行こうな。彼はきっと帰ってこない覚悟なんでしょう。そしてそれ、それが終わってもまだパレット残ってるんですけどね。そう、今更すぎるんですが、今回の作業中、板に虫がついてて大変でしたね。絶対に触れないわけでもないですけど、虫苦手な方なんですよね。で、トラブルらしいトラブルとして、もうすでにさっき映像として6分52秒あたりで出てたと思うんですけど、グラインダーの配線が切れてしまって直すことになりましたね。使ってるグラインダーすでに何回か配線が切れてしまってて、しっかりと直したいんですけど、配線の根元の部分がネジで留めてるシンプルな固定方法じゃないんで、がっちりと修理できていないんですよね。適当な中古の安いグラインダー買ってもいいんですけど、今使ってるグラインダーの色が大好きなオリーブ色なんで、捨てたくない。使い続けたいって直し使い続けちゃってますね。そう、それと収益化を目指していまして、今333人の登録者の方々に支えられているんですが、チャンネル登録者1000人を目指していますので、もしここまで見た方でオリーブの活動を応援してもいいよと思われた方は、チャンネル登録していただけるとすごく動画制作の励みになります。やめだ。
疲れた。はい。ということで、疲れたみたいなので、今回の動画はここまでです。撮影できれば、また日本時間の日曜日午後5時に動画を投稿したいと思います。本日もオリーブの束の間ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。